レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、陽介のプレゼントどうするかな。あいつ何が欲しいか分かんねえんだよな。よ、兄ちゃん、こんなことで何してんの？もう何もしてねえよお前。なんだよ、なんか怪しいね。びっくりするな。何もしてねえよ。怪しいじゃん。全く怪しくねえよお前。なんか今気になってるなんか物とかないのかよ。そうだね。車かな。ランクルかな。なんかもうちょっと手頃なやつねえか。そうね、あれもっちょりんかな。こいつ買えねえやつばっかしよ。なんかもうちょいこう手に取りやすい、入りやすい、なんか入手しやすいものお前ないのか。そうだね。まあ1万から10万ぐらいかな。お前クソ可愛げねえなお前。なんで？もうちょっと考えろ。質問に答えただけじゃん。もういいよお前。お前には俺が教える掛け声で十分だよお前。十分。お前これちゃっちゃとお前掛け声教えるから叫んでみろ。はい。今日の掛け声はこれだ。あいえ AI あんおいおえお。あいえ AI あんおいおえお。わかったか。これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。背景先輩誕生日おめでとう。マサラカマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカスパイエアのマサラカ。時刻は夜8時30分を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組、スパイのバサラカをお送りしていきます。はい、お願いします。背景先輩ってのIAI マジでめでたいね。マジでめでたい誕生日おめでとう。すごい結構ストレートな、多分誕生日おめでとうだけだと陽介はすぐ気づいてしまうなというスタッフがマジでめでたいっていう付け方したかなっていうそれをつけて、マジでめでたくなるのかなんないなんかどちらかというと諦めたな感すごい答えだったね今のはね。結構やってるからね。誕生日です。おめでとうございます。週末ですけどね。まあ今週末になるのかな。もう 28？ いいですね。これは28歳、嫌みったらしい、情報がね、ありますけども、28歳といえばイーロン・マスク、ペイパルの前身 X.com これ立ち上げました。でイチロー選手シアトルマリナーズ入団、コナン・ドイルこれシャーロック・ホームズシリーズを出版。28歳になって陽介さんは何やりたいですか？宇宙征服。いいねいいよ。無理だよ。仕事しろってなるでしょ。だから28歳何やりたいですか？その28歳だよ。なんだろうね。もうでもだから20代後半でまあ30に、もうすぐ差し掛かるよねっていうところですよね。だからまあ人生のとあとフィジカルの分岐点がもうすぐ来ると。だからもうフィジカルのピークは多分高校生とか大学生20歳行く手前ぐらいがピークって言われてますから、まあもう落ちてはいるんだけど、ここからこうフィジカルとしてはまた落ちていく。ただこう経験値は上がっていく。すごいこうなんだろうな、心技体がこうグッとうごめくところではあると思うから。でもなんだろうね、なんか、でもなんか今年1年ピークぐらいなんか体力まだあるなみたいな感じ。まあそれは今はね、今はそうです。これが落ちてくる。落ちてくっていうよりも、でもなんか一個思うんだけど、俺10代の時めちゃくちゃスタミナなかったの。いやでもサッカーやってたでしょ。サッカーも、途中出場。メッシ的な話。メッシはすげえうまいからなんかボール持たなくてもいいみたいな。本当にだから、短距離タイプだった。途中から出てきて、まあへばってきたところで、俺がまあ猛ダッシュするみたいなあれで、俺ウルトラマンって言われて
3分間だけ全然使えねえじゃんそれサッカーの3分間割と使えなくねえかでまあ後半あと10分ぐらい終わる頃に準備しろって言われて、で全然手まあまあ途中まではね、まあ、それはでもさ最後はまあスタメンを取りましたけど、その運動をそのなんていうのだからやってなかっただけじゃん正直、それって、走り込みやってりゃその体力なんかつくんだから、基本的に、だからまあそれを今だからそういうことをやり始めてできてる段階だから、まあ、それはそれ体力あるでしょ、それだけか。だから違うよ、そんな話を聞いてるんじゃないの。体力意外と根性説出てきたけど、体力は根性よ。でもいやでも結局フィジカルが集中力もそうだけど体疲れると集中力落ちるじゃん、だから根性とかをこう歯を食いしばるっていう作業をすることもできなくなるわけ、要は体力がないと、でやっぱ体力ってやっぱ人間の根本だとは思うから、体力やっぱ多い人の方が集中力長いし、根性もあるし、だとは思うね。なるほどね。違うんだよ、だから28歳何したいかって聞いてる。28歳、28歳清らかに嫌だもう面白くない面白くない。それはもう人間としてのあれですから、常にそれであれだからそれは、別に一年一年変えるものじゃないから、邪悪に生きようとか28歳マジでなんかもうね、28歳です。いや一番何をやろうみたいなのあるじゃん。あれあれよ。いやないなくらいだないでしょ。いやあるよ、全然あるよ。俺はやっぱり今年はこれやっとこうかなとか、ちゃんとそれを勉強しようとか、いやほんとあれよ、君30になった時に何やってたんだ俺とかって思うことになるよマジで。いやなんか、ためないもん、そこまでためない。どういうことためない、例えば今だから俺はまあ今その体力作りと健康作りと、まああと必要ね、英語の勉強してるけど、なんかそれもいつかな、去年ぐらいかなに海外に行った時にもう英語結構忘れてたから、これはいかんなと、期間が空くとダメだなやっぱ。まあね、確かにね、そっからまあ定期的になんかこう辞書じゃねえや、本、パラパラって見るぐらい、とかあとアプリ、まあ勉強のね、それね、アプリねありますねとかもなんかだから思いついた時にやるから、28歳は絶対これでやるみたいなのなんかない。じゃあ作ろうないよみたいな。なんだろう、いやだからその資格取るとかそういらんよいらんよ別に資格なんか。あれがある。でもね、あれは俺正直30超えてからだなとは思ってる。バイクそれは別にいつでもいいんだよ別にそらバイク取るなんかたかだか数ヶ月、1ヶ月で取れるからそんなもん28歳1年かけてやるもんじゃねえよ。すぐだわ、すぐもうじゃあすぐ行ってこいよ来月取れるわ来月じゃああるでしょちゃんと。いや決めよう、それはちゃんと28歳だから、なんか思いついた時に今まではやることだったものをちゃんと決めるとか、だから今まで体力作りだったり、まあ、いろんな、まあ、勉強もあるだろうよ、それを、まあ、1週間のうちに、まあ、気がついた2日間だけやってたみたいなものをちゃんと2日に1回やるとか、この1年はベースを作るみたいなさ、だからやっぱあれ人間ってこう習慣化させたやつが勝つからやっぱりそれは、なんかやる、習慣化させよ何か1個。28歳そう最近、秋野菜ですいらんなもうそれ後の全く全然面白くないの出てくるこれダメだ、もう早くほらもうこれで放送終わっちゃうよもうマジではい決めてよ。あるじゃんその終わるまでじゃ考えとく。つまんねえなだってないの。モッチュリン作るとかさ。モッチュリンって何じゃあ終わるまでね考えておいてください。じゃあはい、いただいメッセージメッセージもはいこれ時間ある。いやいいよ、もういっぱいこれもうカットだよほぼ。ラ
ラジオネームえみこさん、はい、ありがとうございます。洋介さん、ケントさん、こんばんは。こんばんは。洋介さん、誕生日おめでとうございます。スパイの音楽に洋介さんの歌声に出会えて本当に良かったです。かっこいい歌声もラジオでの優しいお声も大好きです。体にお気をつけて素敵な一年にしてください。JLT 楽しみにしています。ありがとうございます。いいですね。じゃあ続いてはもういいさん。はい、陽介さん誕生日おめでとうございます、はい、スパイア4年目の28歳素敵な1年になるよう祈っております、はい、生まれてから7年ごとに人生には大きな変化が起きるとされているようで、はい、私自身も21歳の時にスパイのライブに行き、そこからアクティブな性格に変化したと思っています、陽介さんは今年、今までと違うな、自分変わったなと感じたことはありますか、もしくはこれから変えていきたいことなど教えてください。これをじゃあ変えていくことにしようかな。じゃあ28歳自分の、自分の何を変える？アラームをちっちゃいな、すぐやれ明日からなもう指一本だ、指一本2秒でできるわほんとね。でも確かに7年後とかも。何が？アラーム消す長えな、アラーム変えんのだって7歳で俺ギター始めたでしょ。で14歳って中2ぐらいか。そうだね、中2ぐらい、ね、14歳だから、何年だ、2012年ぐらい、だからまあ今結果論だけど、14歳でラブゲームっていう曲をね、おーそうなんだ、そっか知ってるからか。21歳は記憶にないけど。21歳暗黒期じゃないの？暗黒期だから変わってるじゃん、それは。その別にプラスに上がるだけじゃないから、ね、7年前って2010、いや19年じゃない？19年、コロナだね。ああそうだね、確かにコロナが来るぐらいもう来始めたってことじゃない？20年がピークでしょ。2019年だから、ピンボーカルを始めた年だ。ギターボーカルからね。28歳なんか変わっていいな。違うんですよ、変わるというだから変えるんですよいやでもこれは多分その変えないと多分ねいけない年なんだと思うの。なんていうの、その心身ともに多分その体的にはピークを過ぎて今から落ちていく段階で多分体は変わるじゃん。で気持ちも多分いろんな経験をして、その28歳っていろんなこう選択肢を迫られる多分年だと思うから、多分そういうところで多分人は変わるって多分決断して変わってると思う。まあ基本的には選択をしてるわけですね。そうその選択を先に強要しとけばその勝ちなわけよやっぱ28歳の10ヶ月目で選択肢が来てどっちにしか行けないっていう詰められるより、28歳1ヶ月目0日から選択を決めとけばそこに進むしかないんだからっていうね。じゃあ決めました。決まった。28歳は歯を食いしばる。ああなるほど、グッとね。いやいいよそういうの。歯を食いしばる。歯を食いしばるためにフィジカル大事だからね。そう、俺も今日やっとね初めて。じゃあ歯医者の話すんねよお前今からやめろよ言葉気をつけろよ。いつもはね 1.6 キロ 1.8 キロぐらい泳いでる。おお、いや結構泳ぐね。今日は2キロでまあいいでしょ。でもいや1日歯を食いしばるのとやっぱそれを100回続けたらそれ1キロ伸びるからね。どういうこと？じゃだからそれあれでしょ、10メーターとか100メーターは1日で考えたら短いじゃん。まあね。でもそれを100日我慢し続けたらすごい距離になるわけだ。それがこの365日歯を食いしばり続けたら29歳にはものすごいことになってるから1万キロ泳いでますよ来年では。このぐらいになっちゃうまあでも頑張ろうか。いいことだと思います。ラジオネームいくみさん、はい、ありがとうございます。洋介さん誕生日おめでとうございます。7月31日星座でいうと獅子座ですね。情熱的で自信に満ちたカリスマ性と堂々とした存在感が特徴で、リーダー気質で人を引きつける魅力がありつつ内面には強い責任感と高いプライドを秘めているとのことですがまさしくだなと思いましたそうかな。また獅子座の心臓あたりに位置する一等星のレグルスは、ラテン語で小さな王という意味だそうです。王のごとく心が決めた道をこれからも突き進んでください。素晴らしいね、いいですね。獅子座虎年なの。すごい。ガオガオだ。発言が獅子座なんかもう全くそれに王でも何でもないガオガオで赤ちゃん、ただの赤ちゃん発言がはい
くりするわ。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています、はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka @fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りしたのはスパイアでリバースでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。プレゼントを目指せバサラカ検定よいしょということで、今週7月31日は陽介の誕生日ということで、番組からプレゼントを用意しております。はい。で普通に渡しても面白くないなということで陽介さんから渡してよ、番組への愛をスタッフが感じたいね、もうすごく、こんなに私たちは愛しているのに、あなたは愛してくれているんですかと、いうことでですね、先日放送100回を迎えたバサラカのこれまでの放送から問題を作りました、でそれを出題します、3問出題しますので、2問正解することができればプレゼントを番組から差し上げます、ただもし2問正解することができなければ、罰ゲームとして、ミルクの好きすぎて滅の、サビ前の好きのセリフの部分、これ全力でやってもらいます。去年があれだっけ、可愛いだけじゃダメです。そうですね、はい、全力の好き全力です、はい、これはでも愛がちゃんとあって、3問中3問だと思ってるんで、僕はね正解するのは、なんかスタッフは優しいなと思ってます。僕は3問中3問以外だったら罰ゲームがいいと思ってるから普通でしょそれが、ね、まあいいでしょまあここに書いてあるから、というこれ問題がこれで作られております。ちゃんとバサラカ検定ということで、なのでこのバサラカ検定早速やっていこうと思うんですが、意気込みをちょっとよすけさんください。お願いします。どうする？3問中3問ですね。いいよ、じゃあそうする。いける歯食いしばるんだもんね。そうだね。そうだね。歯食いしばります。じゃあ3問中3問。そうね。まあこれ1問でも間違えたらもうミルクのその瞬間好きです。はい。いやいいですか。はい。それでは早速バサラカ検定をやっていきましょう。それでは第1問、第1回からの質問です。この日は初めての放送ということで、一問一答自己紹介というものを行いました、この時に、健太が初めて買った CD は何という質問に何と答えたでしょうか。なんと答えた？まあ俺がなんて答えたか。じゃあ俺がなんて答えた。初めて買った CD は何に対して健太は何と答えたか。ちゃんと4個あるよ。4択にする？4択。4択4択いいね。4択あります。ちゃんと。はい。いや、いいよ、覚えてるわ。覚えてる。お、じゃあ言っときます。名前だけ確認して。はい全然大丈夫です。すごいね。これじゃあ4択なしでいけるということで、これじゃあ正解したら2ポイントです。2ポイントですか？4択なしでいったら2ポイントにしましょう。3問中のこれ3点中の2ポイントをこれで正解したらその代わり間違えた場合マイナス2ポイントになるんではい、じゃあ答えてください。どうぞ。久保田利伸さんのララララブソング。正解。すごい。これ覚えてるよ。すごいわ。これ覚えてる。2ポイントか。2ポイント。じゃあ続いて第2問、第26回からの問題です。26回。はい。友達の話からスカシッペの話になり、そこから陽介さんが展開していった話は何でしょう。これも4択あります。どうしますか。4択にします。はい。じゃあ1、お腹が空いている状態でするおならもスカシッペって言うよね。2、ある2時間番組でスカシッペをしまくった話。3、スカシッペをしてるやつの顔はすぐに分かる話。4、自分のしたスカシッペで犯人探しまで発展したが逃げ切った話。さあ、あなたはどの話に展開をしたでしょう。どうですこれ、記憶あります？ない。
26回だから結構前ですよ。だからめっちゃ前だよねでも俺この話してた記憶はある。すかしいやこれ多分さ、全部は一応その4択ってさ全部話したことある話だよ。分かんないです。多分話しないやつもあります。もちろんあります。なんだっけなはいなんでしょう。友達の話から握りっぺの話、友達の話からスカシッペの話になり、そこから陽介が展開していった話。元は友達のスカシッペの話。友達の話っていうこと多分あれかな、友達の話なんですけどの中であったのかな、こういうね話がきっと。どうですか、決まりました。じゃあ陽介さんが展開していった話は何でしょう。番号でもいいですし、どうぞお答えください。番組2時間番組でスカシッペしまくった話。正解。すごい。いや犯人探しがこれの2択だった。はい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 。犯人探しはでもなんか俺もちょっと話聞いたことあるなって逃げ切った記憶があるんだ。まあ今3点よし3ポイントよし3ポイントだから今次正解すればまあもちろんもらえます、ただ次ミスをするとマイナス2ポイントになるので陽介さんはミルクの S キをやらないといけないってことなので心して聞いてください。じゃあ第3問、第47回放送からの問題です、メールで久しぶりに食べたら美味しかったものありますか、という質問が来て、健太が美味しかったと答えたのは何でしょう。1サムギョプサル、2とんがりコーンあっさり塩味、3米田コーヒーのモーニング、4皮付きのチキンステーキ。答えはどれでしょう。これちょっと待って、こんなのあったっけって俺は自分は思ってる。でもまあまあ、はいはいはい、久しぶりに食べたら美味しかったものありますかっていう質問から、1が僕サムギョプサル、2がとんがりコーンあっさり塩味、3が米田コーヒーのモーニング、4が皮付きのチキンステーキということで、はい、まあどれも言いそう俺は。米田もねモーニング美味しいですし、でも最近食べてないからね。サムギョプサルもやっぱ韓国行った時しかほぼ食べないなっていうのがあるしね、とんがりコーンのねあっさり塩味とかはたまにスタッフが買ってきたりするからね、そういうとんがりコーン系みたいなで、皮付きのチキンステーキ、これもまああんまり僕は食べないものではあるので言いそう。美味しかった。サムギョプサルはないと思う。ああなるほど、サムギョプサルはなし。はいはいはい。で、234とのことですね。チキンステーキもないかな。ない。はいはい、なるほどね。とんがりコーンか、米田のモーニング。まあまあそうね、確かにね。いや、47回でしょ。47回。はい。ちょっとメタの話でそういう探ってくるのやめてくださいね。このぐらいの季節だからやめてくださいね。決めた。はい。じゃあ健太が久しぶりにね美味しかったと答えたものなんでしょう。米田のモーニング。3番。はい。不正解。ということで、最終問題マイナス2ポイントでございます。なんだっけ。正解は皮付きのチキンステーキです。そうね、僕皮を剥いで食べるタイプなんで、チキンステーキあんまり苦手でね、皮がね、はい、で久しぶりに食べたら美味しかったと当たり前の回答をしてたというねことでございます。そんな、はい、残念でした陽介さん。ということで、まあ、ポイント的に3問中、1点、はい、という最終結果になりましたので、バサラカ検定失敗。はいはい、ということでね、まあ今からミルクの好きすぎて滅のサビ前のセリフを全力でやっていただきたいと思います。一回本家聞いときますか。はい、じゃあ一回本家聞いてみましょう。お願いします。はい、ここですね。なんですごいマイク近めで ASMR のように本気でやってください。はい、よろしいですか。はい、よろしいですか。はい。じゃあやらされてんだろう俺は。じゃあ皆さんも大丈夫そうですかね。はい、歯を食いしばるということで、はい、やっていただきましょう。はい、それではミュージックカモン。好き。
ありがとうございます。もう何やってんだよ。歯がなくなっちゃうよ。もう食いしばりすぎていやありがとうございます。まあまあでも皆さんはねキャーってなったかうーってなったかうーってなったかどれかだと思うんで、はい、まあありがとうございます。まあこれだけじゃかわいそうということで番組がちゃんとね、はい、全力で頑張ってくれたので、番組から特別に、はいプレゼントはあげましょうという、はい、ね、時期がかかりました。はい、すごいですよ。要するに今回のはい、プレゼント、はい、なんですか。発表します。はい、今回番組スタッフが陽介さんに用意したのは、はい、28歳も駆け抜けてサッカーボールということで、ワールドカップも最近あったということで、番組内でサッカーの話がちょくちょく出てきましたと、はい、スタッフはサッカーの話をする陽介さんが楽しそうで最高に好きだったので、プレゼントをオリジナルサッカーボールにしてみました。そんなんだんだ。サッカーボールには陽介さんのスパイア加入時からのアーシャを歴史上に並べてまだ見ぬ未来の陽介さんに最高のパスがつながるようにと思いを込めましたと。多分これがねここに横にねラップされてる感じで、届くんでしょ。もうさ未来の陽介さんムキムキなんだけど面白いですねこれは。本当に1万キロ泳げそうですからねこれ。これは泳げる。ムキムキです。これトライアスロンやってる。いやどうですかこのプレゼント、番組が考えてくれた。ね、ありがとうございます。本当必死でそうやって考えていただけるだけでも嬉しい。いや嬉しいっすよね。でもこれねサッカーボールめちゃめちゃいいよ。蹴れないよ。いや蹴れないけどやっぱ飾っとくみたいになるじゃん、はい、俺マウスパッドだったじゃん。はいはい、絶妙にさ使えなくてさダメ出しされましたあれはサッカーボールいいな。あれはいいな超クレスは、超クレスはねあれでもいいあれよかったすごいよかったです。いいかい。はい、ということでね、はい、はい、28歳も頑張ってください。そんなもんあるんですね。はい、ということで今回ね陽介が答えたバサラカ検定は後日、リスナー向けにアップするのでぜひ答えてみてください、はい、ということでプレゼントを目指せバサラカ検定のコーナーでした。ありがとうございました。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は松田聖子で夏の扉でした。それではここで来週のお知らせです。はいよ。来週8月4日の放送をもって、スパイのバサラカ放送2周年。素晴らしい。そんな2周年をお祝いして、はいはい、来週のバサラカは生放送でお送りします。はい、よろしくお願いします。そして今回の生放送はいつもとは一つ違う。ほう。なんと FM 福岡本社1階九州リースサービススタジオから公開生放送。やったーね。ということで観覧可能です。はい、いやほんと来ていただきたい、ね、どなたでも見に来ていただけますが、優先観覧ブースには限定で20名様をご招待します。はい、なるほど。放送後21時に番組ホームページに応募フォームをアップしますので、そちらからご応募ください。はい、締め切りは7月30日木曜、17時となっています。はい、当選者にのみ7月31日金曜日中に当選メールをお送りしますので、皆さんお申し込みお忘れなく。平日のね、平日の夜ですから、仕事終わりとかフラッと夜だけでも全然嬉しいので来てください。本当にスッカスカだった場合僕らが悲しいんでね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、そして、来週の生放送なんですが、去年と同様に、リスナーの皆さんがこの1年間の放送で好きだった場面を大募集します、なのでシャープ54から最新回までですね、でこのメールに好きだった放送回とそのシーンの時間、好きな理由を書いて送ってください。分かんない場合この回だったはずですみたいなことを言ってくれればスタッフが頑張って探すと思うのでよろしくお願いします、はい、生放送中に電話をして話を聞くかもしれないので電話番号も一緒に送ってください、で時間があまりないので、今週末の7月31日金曜日までに送ってくれると嬉しいです、よろしくお願いします、そしてメールを送ってくれた方の中から抽選で先日ありましたね100回記念で陽介さんが買ってきてくれた LA 土産をプレゼントということで、どんなものですか？詳しくはちょっとね、お楽しみにということですが、一応ねドジャースショップで買いました。おー、いいですね。やっぱり良かったですねあれはね、すごい嬉しいと思いますあれだったらはい、なのでぜひぜひ皆さん
送ってきてください。よろしくお願いします、ということでメッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。来週のバサラカ生放送もお楽しみに。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでアウェイクです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、お願いします。決まりましたね。28歳は歯を食いしばる。いいことですよ。早速もう3分の2ぐらい削れましたけど、はいはいそのうちね歯が抜けてね本当になんか、ね、俺ヒデしてるみたいな話でね29歳になる歯を生やすみたいなねいいじゃないですか。頑張っていきましょう。はい、はい、お知らせです。今年の Just Like This 2026は日韓開催です、はい、Day1 韓国は9月5日土曜キンテックス第2展示場公明広場、はい、Day2 日本は9月26日土曜、山梨県川口湖ステラシアです、はい、そしてアニメ追放された転生重騎士はゲーム知識で無双するオープニング主題歌アウェイク配信中です。8月5日に CD リリースも決定しています。ぜひチェックしてください。お願いします。そして改めて来週のスパイのバサラカは番組2周年の記念放送、FM 福岡本社1階九州リースサービススタジオから公開生放送なので、ぜひ観覧に来てください。優先観覧ブースは限定20名様です、優先ブースで見たいという方は、この後21時に番組ホームページに応募フォームアップしますのでそちらからご応募ください。お願いします。そして、昨年同様リスナーの皆さんがこの1年間の放送で好きだった場面を大募集しています、生放送中に電話するかもしれないので、電話番号も一緒に書いてください、はい、その中から、抽選で、私が買ってきた LA 土産プレゼントいたしますので、はい、皆さんぜひぜひ送ってください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です、はい、再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、はい、ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。